皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そしてチャンネル登録、高評価、温かいコメントなんかも本当にありがとうございます。とってもいつも励みになっております。今回はですね、こちらのお花のコースター編んでいきたいと思います。とっても可愛いです。お花がいっぱいくっついていて、例えばこんな感じでコースターを折りたたんでくるくるくるとこう巻いていくと花束のようになりますよね。ここでちょっとこう紙で包んでリボンとかつけてあげると、デコレーションしてあげるとこうプレゼントにもなってとても可愛いので、ぜひ編んでみてくださいね。はい、それでは編んでいきます。まず中心の円の部分を編んでいきます。糸端を指にくるくるくると巻きつけたらピッと押さえて、針を右から下を通って糸を左からぐーっと引っ張ってきて、そして一回針に糸をかけて輪っかを通してあげます。ここで指から糸を外してこの輪っかの中に編み入れていきます。まずは鎖編み3目、1回かけて引っ張る、かけて引っ張る、かけて引っ張ります。ここから長編みを11目編んでいきます。かけて輪の中を通って糸を引っ張ってきて、かけて2本引っ張る、かけて2本引っ張る。これをあと10ですね、編んでいきます。はい、今ここに最初の鎖編み3目、そして11長編みが編めました。そしたらこの輪っかを縮めていきます。まず糸端をちょっと引っ張ると、動く方の糸がありますので、こう引っ張ると、よいしょ、この糸が動きました。なのでこの根元をぐっぐと引っ張っていくと、こんな感じで縮みます。で、ある程度縮んできたら、この糸端をぐーっと引っ張ると、はい、こんな感じでね、輪っかが縮みました。そしたらここから針に糸を戻してあげて、これを最初につなげていきます。ここが鎖編み3目ですね。で、ここが最初の長編みです。この長編みの頭のところに針を入れて、糸をかけて全部引っ張ります。で、もう一度同じ目に針を入れて糸を引っ張ってくると、今針に2本糸がかかっていて、ここで糸をかけて2本引っ張ります。ここから鎖編みを2目、1、2、そして今と同じところに長編みを1回編み入れます。かけて針を入れて引っ張ってきて、かけて2本引っ張る、かけて2本引っ張る。で、この隣の目からは長編みを2目ずつ入れていきます。かけて、こうですね、同じ目にこんな感じで長編みを2目ずつ順番に編んでいきます。はい、くるっと編んできました。今こんな感じで、一番最初にこの編んだものも1として数えると、今24こんな感じで編めています。このラインがね、24個できています。ここに1個立ち上がりのような感じで作って、で隣長編み同じ目に入ってますよね。でこの隣から長編み2ずつ入っています。これ全部数えると24ということで、ここから
最初につなげていきます。一番最初がここですね。立ち上がりのようなものを作って、でここが最初の長編み、この頭に針を入れて、こんな感じでね、針を入れて糸を引っ張ります。でまた同じ目に針を入れて糸を引っ張ってきて、この2本いっぺんに編んであげる。でここから鎖編みを2目、1、2、そしたら同じ目に長編みを1回編んでいきます。今と同じところに長編みを1回で、隣の目は長編み1回編みます。で隣の目は長編みを2回編み入れていきます。1、2、同じところですね。はい、そしたら次は長編み1回、次は隣の目は長編み2回、こんな感じで長編みを1回2回1回2回と順番に編んでみてください。2121と編んできて、今最後の方でここ2を編んでいます。同じ目に2つ長編みを入れて、最後1で終わります。1がこの際のところに針を入れて1つ長編みを編んで、こんな感じで1周編めました。この周は一番最初のこの立ち上がりも1と数えて、ここが2ですよね。2121とこう編んできて、ぐるーっと1周36編めています。36編めていたら、ここで糸をカットします。はい、で糸をピーッと引っ張ってとじ針に糸をセッティングしました。この糸を、これが最初の立ち上がりですね。これが一番最初の長編みになります。この1目から2つ出ていて、この長編みの方の頭、ちょっとこう右上というか、この頭の前から後ろへ針を入れてあげて、で今出ているここに戻してあげます。針を入れてこんな感じで、でここを整えてあげて、目の大きさをみんなと同じぐらいにしたら、この後ろにですね糸処理していきます。見えないところに糸を隠していきます。でこの時もね、引っ張りすぎないように目を整えながら糸処理してあげてください。最初のこのね、一番最初に編んでいた糸端もギュッとちょっとこの輪っかをまた引っ張って一緒に糸処理してあげてください。続いて葉っぱの部分を編んでいきます。葉っぱの色の糸でまずは輪っかを作っていきます。こんな感じでね、針を下に置いてくるっとさせて、根元を押さえて糸をかけて輪の中を通していきます。そうするとこんな感じでね、ちっちゃな輪っかができます。で今こう作った円のこれが表側ですね。後ろにピッとこの輪っかを置いて、どの目でも大丈夫です。で針を輪っかに通して目を前から後ろへこう針を入れてあげて、でこの糸端も一緒に上からかけてあげると最後便利ですね。糸処理の時に押さえてあげたら糸をかけて引っ張ってきます。これ間違えて糸端の方の糸を取らないように気をつけてあげてください。こっちの糸ですね。編む方の糸を引っ張ってきて、この2本一緒に編んであげます。でここから、鎖編み3目編みます。1、2、3。そして今編んだ目、ここですね。ここと同じ目に長編みを
1回編みます。糸をかけて同じ面に針を入れて、でこの糸端も上からかけてあげたら糸を引っ張ってきて長編みですね。2本ずつ編んであげる。こんな感じで、はい、そうするとこうちっちゃい三角ができました。でここからですね、今度隣の目は飛ばします。でその隣ですね、1目飛ばした隣の目、ここにまずは長編みを1目編みます。糸をかけてここに針を入れて長編み1回で鎖編みを1回編んでから同じ目に、今編んだ目と同じ目に長編みを1回編みます。そうするとまたここにも三角みたいな感じでね、こうできました。でこの繰り返しになります。また隣の目はまずその隣に長編みを1回編み入れて、で1回鎖編みを編んでから同じ目に長編み1回で、ここにも三角ができました。で隣も1個飛ばしてここの目に長編みを1回鎖編み1回してから同じ目に長編みを1回、はい、この繰り返しでぐるっと編んでいってください。ぐるっと編んできて次が最後のこの目になります。1個飛ばしてこの目に長編みを入れて1回鎖編みで同じ目に長編みを入れて、で最後この目を飛ばして最初のこの頭につなげていきます。で最初はですね、ここに長編みがありますね。で長編みの隣にここに鎖編みが1つあって、ここに入れたいと思います。この角にこの2本を取れるといいかなと思います。こんな感じで引き抜き編みをして、で1回鎖編みを編んであげて、ここで糸をカットしていきます。で糸をピーッと引っ張って、でこれは裏に見えないところに糸処理してあげてください。続いてお花を編んでいきます。この段で最後ですね。まずはお花の糸で、葉っぱの時と同じく輪っかを作ります。はい、こんな感じで輪っかを作ったら、今編んだこの葉っぱ、全部ですね、一つの芽から2本ピッピと葉っぱが生えていて、こう V みたいな感じでね、いっぱい葉っぱがあるんですけれども、どの部位でも大丈夫です。部位の間からこんな感じでね、こう部位の間からこう輪っかを出してあげて、で針を入れて、この部位の間に針を入れてあげてください。で糸を引っ張ってきて糸をかけて2本まとめて編んであげます。ここから鎖編みを2目編みます。鎖編みを1、2、はい、こんな感じです。部位の間から出ています。こっちのスペースではないですね。こっちの部位の方です。はい、ここからですね、長編みを3回今編んだこの目に編んでいきます。かけてスペースに針を入れて引っ張ってきて2本ずつ編んでいく。もう一回長編みを編んで、もう一回長編みを編むと、よいしょ、こんな感じですね。で最初のこの立ち上がり1、2、3とこんな感じで長編みが編めたんですけれども、そしたらちょっとこう輪っかを引っ張ってあげて、一番最初のこの目ですね、角のここを取ってあげるといいですね。一番最初のこの立ち上がりがここなんですけれども、
この角に針を入れてあげて、こんな感じで入れてあげて、で今の輪っかをこう取ってあげて、この糸をピッと引っ張ってきます。でキュッキュッと絞るとこんな感じでお花ができるんですね。はい、でここからですね、鎖編みを3目編んでいきます。キュッとちょっと絞ったら鎖編みを1、2、3、そしたら隣の部位に移ります。隣はこのスペースを飛ばしたここですね。こう部位があって隣の部位はここです。ここにまた長編みを今度は4回編み入れていきます。かけて隣のスペースに長編みを1回、2回、3回、4回、そしたらピーッとちょっと引っ張ってこう見てみると長編みが1、2、3、4回入りました。そしたら一番最初のこの長編みの頭の部分ですね、ここに針を入れて今のこの輪っかを引っ掛けて引っ張ってきます。でぎゅーっと絞るとこんな感じでお花がまたできるので、ここからまた鎖編み3目です。1、2、3で3回鎖編みが編めたらまた隣の部位に移っていきます。ここに同じく長編み4回編みます。長編みを隣の部位のところに1回、2回、3回、4回編んだらピーッと引っ張って、で一番最初の長編みのこの頭の部分に針を入れて、でこの輪っかをかけて引っ張っていきます。でぎゅーっと絞るとまたお花ができますね。この繰り返しになります。また鎖編みを1、2、3回編んで隣のこの部位に長編み4回、そして引き締めて鎖編み3目編んでまた隣の部位に長編み4回、はい、この繰り返しでぐるっと編んでみてください。はい、ぐるっと編んできて今一番最後の花びらを編むところです。この最後の部位のところのこのスペースに長編みを4回、1、2、3、4編んだらピッと引っ張って、この1番目の長編みの頭からこんな感じで糸を引っ張ってキュッと絞って、で3回、1、2、3回鎖編みですね。で、一番最初のこの頭ですね、ここに引き抜いていきます。この角の2本取れるといいですね。こんな感じでね、はい、ここに引き抜き編みで1回鎖編みを編んでこのまま糸をカットします。でピーッと引っ張ってあげて、ここちょっとキュッキュッと引き締めたら、これは後ろの見えないところに糸を処理してあげてください。はい、完成しました。お花のコースターですね。こんな感じでね、ちょっと立体的なんですよね。少しお花が浮いている感じ。コップとか置くとね、コップがこう包まれる感じになるんですけれども、例えばこれもっと平らにしたいわ、お花
ペタってこうね床にくっつけたいわっていう場合であれば、最後のこのお花のところを編む時に、長編み4鎖編み3長編み4鎖編み3って編んでるんですけれども、この鎖編みの部分を4で編んでみてください。そうするともうちょっとこうパッと広がる感じになるかと思います。今これ鎖編み3目でつなげているので、こんな感じで少し立体的に仕上がってます。はい、いろいろねアレンジして編んでみてくださいね。それでは今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もし編めたよという方がね、グッドボタン残していただけるととっても嬉しいです。あとチャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。